週末に近所のガソリンスタンドへ行くと、給油機に表示されるリッター170円という数字。あれ、おかしいなと思った方はいませんか？昨年末、新政権がついに動きました。私たちを長年苦しめてきたガソリンの暫定税率が、ついに廃止されました。そもそもこの暫定税率というのは、道路を作るから少しの間だけ税金を上乗せさせてと、何十年も前に始まった、いわば一時的な特別料金でした。一時的と言いながら、ずっと取られ続けていた税金が、ようやく廃止されたわけですが、制度上、廃止された当日に一気に約25円安くなるわけではなく、事前の補助金調整などで段階的に反映される仕組みでした。とはいえ、長年の負担の大きな部分がなくなったのだから、これで少しは生活が楽になるかもしれない。そう期待していた方も多かったと思います。それなのに、なぜガソリンスタンドの看板は、依然として高い数字を示したままなのでしょうか。お財布から1万円札を足すとき、どうしてこんなに高いんだろう、というモヤモヤを感じたことはないでしょうか。実は、私たちが当たり前のように受け入れている、このガソリン価格の裏側には、まだまだ不透明で理不尽な仕組みが隠されています。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。今日お届けするお話は、多くの日本人が疑問に思いながらも放置している、ガソリン代の裏にある仕組みについてです。暫定税率が廃止されたのになぜ安くならないのか。私たちが払っている税金はどのように使われているのか。ニュースではあまり語られない背景を見ていきます。そして後半では、こうした社会の仕組みの中で、私たちがこれからの老後資金を守るために、車とどう付き合っていくべきか、具体的な見直し方や投資の考え方をお話しします。ただ不満を言って終わるのではなく、賢く堅実に家計を守るための方法を一緒に確認していきましょう。まず一つ目の疑問についてお話しします。暫定税率が廃止されたのになぜ高いのか。確かに長年問題視されていた上乗せの税金は廃止され、これは一つの大きな前進でした。しかし、それでガソリンにかかる税金問題が全て解決したわけではありません。私たちが支払うガソリン代の中には、二重課税という仕組みがまだ残っているんです。ガソリンの本来の税金である揮発油税などの上に、さらに 10% の消費税がかけられています。つまり、税金に対して消費税を払っているという、とても不思議な状態が続いています。暫定税率が消えても、ガソリン代の大きな部分が税金であるという構造は、根本的には変わっていません。そして、ここからが2つ目のポイントです。国は直接的な減税を避けて、ガソリン補助金という制度を復活させ、継続しています。ここで少し、冷静に考えてみてください。この補助金という言葉の響きです。国が安くしてあげましたよと言っているこのお金は、一体どこから出ているのでしょうか。国がポケットマネーで払ってくれているわけではありません。補助金の原資は、間違いなく私たちが納めた税金です。つまり、私たちは自分で払った税金を使って、自分のガソリン代を安くしてもらっているだけなんです。結局のところ、自分たちで負担していることに変わりはありません。そして、さらに不条理なのはここからです。国はガソリン価格を下げるために、私たちの税金からとても多額の補助金を出しています。本来なら、その分しっかり店頭の価格が下がるはずですよね。しかし、ここでおかしなことが起きています。実は、国の機関である会計検査院の調査でも、補助金として支給された額が、小売価格に十分に反映されていない可能性があると、厳しい指摘を受けているんです。つまり、自分で払った税金が多額に使われているのに、それが価格の値下げとして、私たちにしっかり還元されていない現実があるのです。補助金という形にしたことで、私たちの税金という名の水は、価格に十分反映されず、
途中でどこかへ漏れ出してしまい、本当に助かるべき消費者に届ききっていない側面があるんです。では、官僚の視点で考えてみましょう。数兆円という大きな補助金の予算を握って、それを分配する役割を持つことは、とても大きな権限になります。また、政治家にとっても、税金を下げましたというより、私たちが補助金を出して安くしましたという方が、わかりやすいアピールになります。つまり、私たちの生活を直接楽にすることよりも、国の税収をキープしつつ、予算を動かす権限を残す。その結果として選ばれているのが、今の補助金という仕組みなんです。こうした裏側の話を知ると、なんて理不尽なんだと不満を感じると思います。その気持ちは、とても自然なことです。ただ、今日お伝えしたいのは、世の中は不公平だと嘆くことではありません。冷たい現実ですが、私たちがテレビの前で怒っても、ガソリン代は簡単には下がりませんし、国がこの仕組みをすぐに手放すとも思えません。だとしたら、私たちはどうするべきでしょうか。大切なのは、怒りや不満にエネルギーを使うのではなく、自分の家計を見直すことに集中することです。国の仕組みに振り回されないように、自分自身の行動を変えるしかありません。そこで、3つ目のお話です。定年を見据えた車の見直しについて考えてみましょう。私たち50代、60代の方の中には、車は生活に絶対必要だ。今のみ2番を手放すなんて考えられないと。現役時代と同じように車を維持している方が多いです。ここには、心理学でいうところの、現状維持バイアスが強く働いています。人間は変化によるストレスを嫌がり、今の状態をそのまま続けようとする傾向があります。さらに、今まで高いお金を払って維持してきたのにと、過去の出費に縛られてしまう。サンクコストの心理も働いてしまうんです。ですが、少しだけ冷静に、車の本当の維持費を計算してみてください。ガソリン代だけではありません。毎年の自動車税、重量税、死賠責保険、任意保険、2年ごとの車検代、オイルやタイヤの交換費用、そして駐車場代と車自体の価値の目減り。これらをすべて合算すると、普通のコンパクトカーやミニバンを1台維持するだけで、年間で約40万円から50万円という、まとまったお金がかかっています。車を1台所有するということは、ただ便利な乗り物を持っているだけでなく、毎月数万円ずつお金がかかる、見えない負債を抱えているようなものです。定年後の10年間で計算すれば、約400万円から500万円もの老後資金が、車の維持費として消えていくことになります。子供が独立して、夫婦2人だけになった今、本当にその大きな車が必要でしょうか。今まで通りの生活を続けていれば、ガソリン代や不透明な税金という形で、お金はずっと少しずつ減り続けていきます。もし、少しもったいないなと感じたのなら、行動を起こす良いタイミングかもしれません。思い切って軽自動車へダウンサイズする。それだけでも、税金や燃費の負担はかなり下がります。もし、週末の買い物やレジャーにしか乗らないなら、思い切って車を手放し、カーシェアリングに切り替えるのも良い選択です。使った分だけ支払えばいいので、固定費はゼロになります。タクシーや公共交通機関を適度に使ったとしても、車を所有し続ける維持費に比べれば、はるかに安く済むことが多いです。そして、最後にお伝えしたい4つ目のポイントです。それが、浮いたお金の活用です。車の見直しによって、毎月3万円、あるいは4万円の維持費が浮いたとしましょう。このお金を、ただ銀行口座に眠らせておいてはいけません。少しずつ物価が上がっていくこれからの時代に、銀行預金だけでお金を持っておくのは、実質的な価値が目減りしていくリスクがあります。この浮いたお金を、新NISAなどを活用して、世界中の有料な株式などに、コツコツと積み立て投資していくことをお勧めします。無駄な支払いをやめて、
自分のために働いてくれる資産にお金を移す。これからの時代を生きる、とても大切な知恵です。もちろん投資ですから、短期的には増えることもあれば、減ることもあります。しかし、過去のデータを見る限り、世界の経済成長に長期で分散投資を続けることは、インフレから資産を守る堅実な方法の一つです。仮に毎月3万円を期待利回り 5% で15年間運用し続けることができたとすると、投資元本540万円に対して運用益がしっかり乗り、資産が成長する可能性があります。不満を言っているだけでは手に入らない結果です。国が生活を楽にしてくれないのなら、自分自身の家計を見直してゆとりを作り出す。固定費を削ることは誰にも邪魔されない。確実な手取りのアップになります。私は50代からの人生は、ミーやこれまでの習慣を少しずつ手放し、本当に自分たちが心地よいと思えるサイズに生活を整えていく時期だと思います。ガソリン代の裏にある仕組みを知った皆さんは、もうなんとなくお金を払い続けることはないはずです。冷静に数字と向き合い、自分と家族の生活を守るための選択をする。その少しの行動が、10年後、20年後の穏やかな老後につながっていくと思います。今日のお話を聞いて、今の車の持ち方を家族と相談してみよう。無駄な固定費を見直すきっかけにしよう。そう思えた方は、ぜひコメント欄で、皆さんの考えを聞かせてください。見栄を捨てて、車を小さくします。浮いたお金で、少しずつ積み立てを始めます。自分の生活は自分で守ります。そうやって言葉にしてみることが、行動を変える良いきっかけになります。そして、この動画が、皆さんの老後のお金について考えるヒントになりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が、私が動画を作り続ける、一番の励みになります。ぜひ他の動画もご覧いただいて、これからの生活に役立つ知識を深めてみてください。焦らず、少しずつ、ご自身のペースで、大切な資産を守っていきましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。